皆さんこんにちは、バンガードチャンネルです。先週からカードの巻きを使ってね解説してるんですけれども、結構評判良かったので、今週もね続けてやっていきたいと思います。皆さんぜひ今日のカード見てないよっていうお友達いらっしゃいましたら進めていただけると非常に嬉しいです。それでは早速今日のカードを紹介していきましょう。1枚目のカードはこちら、ブラスターレイピアです。シャドウパラディンのグレード2です。リアガードサークルにいるときヴァンガードにアタックしたらブラスターを含むあなたのユニットが3枚以上ならそのバトル中このユニットのパワーをプラス5000、このカード自体もブラスターですね。さらにヴァンガードにアタックがヒットした時カウンターブラストを1することで相手は自分のリアガードを1枚選び退却させるという効果も持っています。相手としてはかなり防ぎたいアタックになります。もともとのパワーが9000なので、ブラスターをね3枚揃えてプラス5000してあげてください。続いてのカードはこちら、ブラスターダガーです。リアガードサークルにいるときアタックかブーストしたアタックがヴァンガードにヒットしたらこのユニットをソウルに置くことで相手は自分のリアガードを1枚退却させなければなりません。シンプルなシャドウパラディンの退却能力ですね。コストがソウルに入れるなのもいいと思います。ソウルを増やしながら相手のユニットを減らすことができます。このカードもブラスターなんで先ほどのブラスターレイピアとね合わせて使ってこのカードでブーストしてブラスターレイピアでアタックしてアタックがヒットしたら相手はリアガードを2枚退却させることになるんでなかなか強力なコンボだと思います。続いてご紹介するカードはこちら、ブリコラカスです。ダークレギュラーズのカード初公開です。ガーディアンサークルから退却した時ソウルチャージ1するカード、グレード1でシールドは1万です。ダークレギュラーズはね伝統的にソウルを増やしていくクランなのでガードをしながらソウルを増やすカードになってます。でこのカード面白いのが2つ目の能力です。自分のカードの能力でソウルに置かれた時あなたのターンならそのターン中あなたのヴァンガード1枚のパワーをプラス1万、トリガーと同じだけパワーを上げてくれます。トリガー以外でプラス1万されるのは相手にとってはかなり嫌なはず。これはね面白い能力です。ただパワーが上がるのは自分ターン中だけなので注意してください。さあそしてそんなブリコラカスをもっと活躍させてくれるのがこのカード、ブラッドサクリファイスルスベンです。さあこちらはせっかくなんで大盤を使って解説していきたいと思います。ブラッドサクリファイスルスベンは登場時自分のダメージゾーンかドロップゾーンから1枚ソウルにカードを置きます。ダメージゾーンから置いた場合は山札からグラド1枚カードをダメージゾーンに置きます。でこの時置いたカードのトリガーは発動しません。ちなみにブリコラカスがダメージゾーンに裏向きで置いてあってもソウルに入れることはできるので安心してください。裏向きで置かれちゃうんでカウンターブラストを払う際はブリコラカスを先に使っておくといいかもしれません。これはドロップゾーンから置いた場合でもダメージゾーンから置いた場合でもブリコラカスを置けばカウンターチャージ1できます。でルスベンの効果でブリコラカスを置けば今度はブリコラカスの効果で自分のカードの能力でソウルに置かれたので自分のヴァンガードのパワーがプラス1万されます。ルスベンがいれば比較的簡単にブリコラカスをソウルに入れることができます。ソウルブラスト打ちするときもしもあったらブリコラカスを落としてあげればもう一回ルスベンを出したときにドロップゾーンからまたソウルチャージできるんでまたプラス1万されると何回も何回も使うことができます。ルスベンの効果は一応ブリコラカス以外のカード何でも入れられるんでソウルチャージだけしたいよってだけは何でもいいから入れてあげてブリコラカスがいればブリコラカスを入れてあげると強力なコンボになると思います。続いてのカードはこちら、双剣士武蔵です。村雲初紹介のカードになります。グレード3、ギフトアイコンはアクセルです。このカードがアタックした時自分のリアガードが相手より多いならそのバトル中このユニットのパワーをプラス5000し相手は手札からガーディアンをコールする際2枚以上同時にコールしない限りコールできないという能力を持ってます。ヴァンガードサークルにいてもリアガードサークルにいても使えるし、どのユニットにアタックしていても使える効果になってます。グレード3なんでねセンチネルでヴァンガードのアタックを防ごうと思っていた相手に手札を1枚余分に使わせることもできます。結構僅差のファイトをしている時に鍵を握ってくるカードになるんじゃないかなと思います。続いてのカードはこちら、飛躍の魔女アリアンロッドです。ではこのカード大盤を使って解説していきましょう。ソウルブラストを1してこのユニットをレストすることでそのターン中自分のユニット1枚のパワーをプラス1万します。飛躍の魔女らしく一時的なパワーアップ効果になってます。パワーアップするユニットの場所は問わないので、ヴァンガードをパワーアップとか選んであげれば、列を超えてね疑似的なブーストをすることができます。
もちろんね、自分の前のユニットをブーストしてあげても、1万アップするんで、普通の8000ブーストよりも強いブーストをしてあげることができます。ちなみに効果を使った後にアリアンロッドが退却してもパワーはアップされたままなので、アリアンロッドの上に別のユニットを上書きコールしてブーストしてアタックしたりするのもありだと思います。もともとのパワーが6000とちょっと低めなので、あれと思う方もいるかもしれないんですけれども、うまく使えば8000ブースト以上のブーストをね、毎回できるカードになるので、ぜひ使ってみてください。はい、続いてご紹介するカードはこちら、狂変の魔女エマーです。ターン1回、あなたの他のリアガードが登場した時、そのターン中このユニットのパワーをプラス5000してよい。してよい。ちょっと変わったテキストですね。してもいいし、しなくてもいい。2枚目以降にコールした時にパワーをプラスしても OK です。ユニットを出すたびに毎ターン1万5000になるユニットだよと思ってもらえれば、このカードの強さは分かりやすいと思います。手札からユニットを出せなくても、シャドウパラディンにはドクロの魔女ネバンやバイブカーのような毎ターンユニットをコールする能力を持ったカードがいっぱいあるので、このパワープラス5000っていうのは結構達成しやすいと思います。はい、ぜひ使ってください。本日最後 YouTube 限定紹介のカードはこちら、グーリッシュディスポイラーです。こちらはダークレギュラーズのグレード3、ギフトアイコンはプロテクトを持ってます。バンガードサークルに登場した時、カウンターブラスト1を払うことでソウルチャージにして、自分のソウルからグレード2以下を1枚まで手札に戻します。ギフトアイコンのね、プロテクトも持っているんで、このカードにライドするだけでセンチネルとそれをコールするためのコストが揃うというわけですね。もちろん回収するカードをアタック要因を増やしてもいいと思います。さらにヴァンガードサークルにいて相手のヴァンガードにアタックした時、自分のソウルが10枚以上なら相手のリアガードを選び退却させ、そのバトル中このユニットのパワーをプラス1万。ヴァンガードにアタックした時です。ヒットする必要はありません。アタックしただけでコストも何もなしで相手を1枚退却させちゃいます。めっちゃいいカードです。パワーもね上がるんで、使われる側としては結構苦しいカードになると思います。このカードにライドして、さっきご紹介したブラッドサクリファイスルスベンを手札に加えてコールをして、ブリコラカスをソウルに入れてプラス1万、さらにアタック時にパワーをプラス1万すると、1枚でね3万2000とかも簡単に出せちゃうアタックの絡みになってくれるカードだと思います。で結構いいカードだと思うんで、ぜひ使ってみてください。以上、今週の今日のカードでした。今週からダークレギュラーズや村雲の紹介が始まりました。実は村雲のカードをですね、13のアニメできょうくんが、使用してます。もっと村雲のカードを早く知りたいという方いたら、ぜひねアニメの方を見ていただければと思います。この動画の感想や撮ってほしい動画などありましたら、コメント欄の方までよろしくお願いします。今週も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。